グループ最下位のクラブが南米王者候補と引き分けたのだ。しかも今季アルゼンチン国内リーグで早々に脱落し、コパ・アルヘンティーナの試合日程すら入っていない、退路のないチームがのだ。気かけてるチームが南米カップ戦で1ですか？それって実力があったのか、相手が手を抜いたのか、どっちなんですか？今日解説するのはコパ・スダメリカーナのグループ G で起きた出来事なのだ。答えはこの3点に集約されるのだ。なぜ最下位チームが互角に戦えたのか、南米カップ戦の独特な構造、そして日本人が南米サッカーから学べること、最後には日本のサッカーとお金の話もするのだ。まず試合の話からなのだ。2026年5月7日、アルゼンチンのバラカス、セントラルがバンフィールドのスタジアムでパラグアイのオリンピアを迎えた。コパ・スダメリカーナのグループ G 第4節なのだ。バラカスは3試合全部引き分けという、勝ちも負けもない微妙な成績でグループ最下位に沈んでいたのだ。3試合全部引き分けって、日本の J リーグで例えると勝ち点3しかない状態ですよね。しかもアルゼンチンのリーグ戦からも脱落してたら、この試合、相当追い詰められてませんか？その通りなのだ。バラカスは今季のトルネオ、アペルトゥーラ、つまりアルゼンチンの国内リーグ前半戦ですでに脱落済みなのだ。さらにコパ・アルヘンティーナのラウンド16の試合日程すら組まれていない状態なのだ。つまりこのコパ・スダメリカーナしか残っていない、退路のない戦いなのだ。試合は10分も経たないうちに、バラカスのハビエル・モラレスがコーナーキックからのヘディングで先制したのだ。ニアポストでマーカーの裏を取り、頭で合わせた見事なゴールなのだ。これが NACIN でも巨大なヘディングと称えられたシーンなのだ。先制したのにそのまま勝てなかったってことは、オリンピア側がすごい反撃したんですね。先制直後にすぐ失点したけたって記事に書いてあって、それが一番危険な瞬間だったわけですか？サッカーで先制後の1、2分というのは、チームが一番油断しやすい時間帯なのだ。試験でいい点が取れた直後に次の問題でボンミスするような感じなのだ。バラカスの守護神エスピノラはカルドソの至近距離シュートをなんとか弾き返したのだ。30分過ぎ、オリンピアはフェルナンド・カルドソが同点ゴールを決めたのだ。エドアルドからのクロスパスをセカンドポストで押し込んだ形なのだ。問題はその後なのだ。カルドソがゴールを決めた後、バラカスの DF トビオの顔に向かって直接ゴールを叫んだのだ。相手の顔に直接ゴールを叫ぶって、挑発行為として普通警告以上じゃないですか。J リーグならもっと厳しい処分になりそうなし、しかも前半だけで6人も警告が出たってことは、完全に試合が荒れてたわけですよね。ウルグアイ人出身のアンドレス・マトンテは両者を警告処分に止めたのだ。前半だけで6枚のイエローカードという熱い前半だったのだ。南米サッカーでは感情の爆発が試合の雰囲気を作り、挑発と応酬が駆け引きの一部になっているのだ。この点で J リーグとは空気感がまるで違うのだ。ここで少し大きな文脈を話すのだ。バラカス・セントラルとはどんなクラブかというと、アルゼンチン南部の労働者階級の町を本拠地とするクラブなのだ。創設は1904年と歴史はあるが、トップリーグ昇格は2022年と比較的最近で、コパへの出場経験値は圧倒的に少ないのだ。2022年にトップリーグに上がったクラブが、2026年にはもう南米のカップ戦に出てるんですか？昇格してから4年で南米舞台って、かなり早くないですか？何か特別な出場の仕組みでもあるんですか？アルゼンチンのリーグ制度では、年間の成績や各種大会の結果で複合的にコパへの出場権が決まるのだ。だから必ずしもリーグ上位チームだけが南米カップに出るわけじゃないのだ。この仕組みが格差ある対戦カードを生み、サッカーの面白さを生む。でもこの話、実は日本の子供を持つ家庭の教育費にも直撃するのだ。ここまでをまとめるのだ。バラカスが最下位なのに1で引き分けた背景には、退路のないコパしか残っていないという必死さと、先制してからの守備の踏ん張り、そして6枚のイエローが示す南米特有の激しさがあったのだ。次はこれが日本の家庭にどう関わるかを話すのだ。日本への話をするのだ。教育、子育て視点から見てほしいのだ。日本でも J リーグや高校サッカーを見てプロを目指したいという子供は多いのだ。南米では、プロになれなかった元選手が地域のコーチとして戻り、町クラブの文化を形成する仕組みが根付いているのだ。バラカスのような小クラブがコパに出られる理由の一つは、この草の根の蓄積なのだ。地域の元プロ選手がコーチとして残る仕組みって、日本のスポーツクラブでも理想とされてますよね。でも現実には少年サッカーのコーチに払える金額には限界があって、優秀なコーチが都市部に集中してしまう。それって子供の教育のために引っ越しを考える親御さんにとって切実な問題ですよね。
本の子供が本格的なサッカー育成環境を求めると、年間50万、80万円の費用がかかるクラブチームへの入団が必要になるケースがあるのだ。南米では年間数万円規模の町クラブで同等の育成が受けられる地域もある。この差がサッカー新興国が南米に追いつけない構造的な理由の一つなのだ。もう一つ、大人のサッカーファン目線の話をするのだ。コパ・スダメリカーナはコンメボルが主催する南米第2位のクラブ大会なのだ。優勝賞金は600万ドル、日本円でおよそ9億円規模なのだ。バラカスのような小クラブにとってこれは年間予算に匹敵するレベルの大金で、だから退路のないコパしか残っていないという状況は文字通り死活問題だったのだ。逆の見方もできませんか？バラカスのような貧乏チームが格上に挑む展開って、視聴率が増えてテレビ中継が増えて、クラブの収入が上がるサイクルにつながりますよね。日本の J3 チームにも同じ道があるんじゃないかって思ったんですよ。私はその通りなのだ。コパ・スダメリカーナのグループステージだけでも防衛権料の分配が各クラブに入るのだ。小クラブが勝ち残るほど視聴者の関心が高まり、中継権の価値も上がる仕組みなのだ。日本でも ACL イーストで J クラブが東南アジアのリーグと対戦する構造が定着しつつある。これが将来的に J2 や J3 クラブにとっての9億円チャンスになり得るのだ。最初の問いに戻るのだ。グループ最下位のクラブが南米王者候補と互角に戦えた理由は実力の問題だけじゃなかったのだ。退路のなさ、9億円の生存をかけた戦い、そして草の根から育った選手たちの気迫の3つが重なった結果なのだ。カルドソのゴール後の挑発にトビオが激怒したのもその気迫のぶつかり合いだったのだ。僕の個人的な見立てを言うのだ。このバラカス対オリンピアの1は単なる勝ち点1ではなく、小クラブの生存戦略の縮図なのだ。半年後、バラカスがグループを突破できるかどうかは、そのまま南米サッカーの資金循環の実験結果でもあるのだ。今日覚えてほしい数字は一つ、9億円なのだ。それだけの金額が、あの荒れた前半の背景にあったのだ。私はバラカスが次の試合で勝ち点3を取る方に期待したいです。退路がないわけ、集中力が違う気がして、コメントで、突破できる、か、難しい、かだけでいいので教えてもらえると嬉しいです。先輩の読みはどっちですか？スポーツのドラマって、結局は背水の陣の人間がどこまでやれるかという物語なのだ。それは南米も日本も変わらないのだ。バラカスの戦いはまだ続いているのだ。明日はホルムズ海峡の最新情勢を深掘りするのだ。チャンネル登録と高評価で待っててほしいのだ。また明日、なのだ。